はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はですね、アフィニティデザイナーの初心者向けのチュートリアルをやっていきます。で、アフィニティデザイナー結構たくさん私の動画でも紹介してるんですけど、今回はテキストとか、あとグラデーションの機能を使って、こういう 10% オフクーポンバナーをですね、サクッと作るやり方を紹介していきます。で、デザイナーさんとかクリエイターさんじゃないけど、ちょっと自分でバナーとか作ってみたいなって思う人結構多いと思うんですけど、そういう人が iPad だけでどうやってバナーを作っていくかっていうのを今日はね、紹介していきます。で、このアフィニティデザイナーですね、2400円で、今セール中で1200円になっているのかな。なので今お買い得なのでぜひ買ってみてください。で、ちょっとね、ツールが多くて難しい印象があるんですけど、慣れれば大丈夫です。で、この動画見て一緒に作ってもらったらかなり分かってくると思うので、ぜひね、一緒にやってもらえると嬉しいです。はい。じゃあ始めていきます。アフィニティデザイナー始めるときは、右上のプラスボタンから始めていきます。で、この中の一番左、新規キャンバスっていうのをクリックしてください。で、この一番左上のところですね、ここで画角を調節していくんですけど、ここタッチすると、ウェブとか写真とかデバイスとかいろいろあるんですけど、もし皆さんが自分のキャンバスサイズを指定してやりたいときは、一番下のプリセットっていうのを選んでください。で、そうするとこの右側の寸法のところのサイズですね、値を入力することができるようになるので、ここで今回の場合だと800ピクセル ×600 ピクセルにして、この横長のキャンバスになっていることを確認して OK ボタンを押すと、これで新規キャンバスの完成です。で、アフィニティデザイナーはすごいたくさんツールが左と右に並んでると思うんですけど、左側がツールパネルって言って移動させたりとかトリミングさせたりっていうツールで、この右側が色とか、あとレイヤーとかですね。あとフィルターかけたりするときもこの右側のプロパティパネルでいじっていきます。で、上にデザインモードとピクセルモードっていうのがあるんですけど、ここですね、ベクターとラスターの切り替えモードみたいな感じなんですけど、今回はデザインモードっていうのをメインに使っていきます。なので一番左のところが、光ってるような状態にしておいてください。で、この状態でまず背景を作っていきます。背景作るときはツールパネルの下から3番目、長方形ツールを取って、で、右側のところで色を選択していきます。適当にカラー取ってですね、左側が青色で、右側が斜線になるようにしておいてください。で、この状態でドラッグすると、こんな感じでベタ塗りがですね、敷かれるような感じになるんですね。で、移動ツールに持ち替えると、移動させたりとか、拡大縮小したりすることができます。で、もしこの色を変えたくなったら、タッチして、さっきのカラーピッカーのところで色を変えてあげると、後から何回でも色を変えることができるので、ここで調節してください。で、今日はですね、ちょっと違うツールを紹介したいんですけど、それがグラデーションツールっていうやつです。左のツールパネルちょうど真ん中ぐらいにグラデーションってやつがあるんですけど、これ選択して、画面のどこでもいいのでこうやってドラッグすると、すっごい綺麗なグラデーションを作ることができます。で、向きとか色とかも後から変更できるんですけど、例えばこの端っこのところをタッチして、このカラーピッカーで色を変えると変わりますよね。で、反対側も同じです。こうやって簡単に色を変えることができます。で、例えばこの真ん中あたりをタッチすると、また新しいポイントみたいなのが打たれるんですけど、ここに新しいカラーを指定することもできるんですね。なので、こんな感じで複雑なグラデーションを重ねていくと、こういうインスタグラムのアイコンのグラデーションみたいなのをね、作ることもできたりします。なんで今回はちょっと青っぽいグラデーションを作っていきます。ちょっと爽やかな夏をイメージしてですね、こんな感じのグラデーションを作ってみてます。今カラーが3ポイント打ってありますね。端っこと真ん中1個にカラーボタンを打ってあって、それでグラデーションを作ってるっていうような感じです。で、次、テキストを打っていきます。テキストは左のツールパネルの A って書いてあるやつがあるので、それを押して、で、適当にこうやって打っていきます。
で、今回の場合だと 10% オフの10をですね、まず打っていきます。で、打てたら移動ツールに持ち替えてください。一番上の移動ツールです。テキストを打てたら絶対に移動ツールに持ち替えて、こうやってサイズ変形したりとか、あとは位置を調節するっていうのをやってください。で、右のプロパティパネルのところにも A っていうボタンがありますね。ここです、ここ。下から3番目。で、ここでフォントを調節したりとか、色を変えたりとか、あとはそうですね、中央揃えにしたり、太くしたりとかね、いろいろすることができるので、ここでお好みのフォントに変えてみてください。で、文字間調節するときは、この中の位置っていう項目があるんですね。位置です。位置の中のトラッキングっていうのを左右にスライドしてみてください。そうすると今この1と0の間が詰まったのがわかると思うんですけど、このトラッキングが文字間になりますね。で、この後 10% のパーセントとか、あとオフとかっていうのを作っていくので、文字をコピペします。コピペするときは、画面のどこでもいいので、2本指でタッチしながら、こうやって Apple Pencil でオブジェクトをドラッグすると、同じものが複製されます。なので、この状態で、テキストを変更したりとか、あとサイズを変えたりってすると、すごく簡単に同じフォントの文字を追加することができます。で、こういうクーポンとかのデザインを作るときのコツなんですけど、こういう数字の部分、今回で言うと10のところとかっていうのは結構大きめに配置してあげると、それっぽくなるというか、やっぱりこの数字が目立つことによってインパクト出てくるので、こういう数字を使ったデザインをするときは、ぜひ大きめに配置してみてください。で、他のパーセントとかオフとかっていうのは、この10の高さに揃えるように、そこに収まるように配置してあげると、こういう見えない線というかね、上のところと下のところ見えない線で揃ってると思うんですけど、そういう見えない線をしっかり意識して配置してあげるといいと思います。で、文字ができたらグループ化していきましょう。グループ化するときは、こうやってオブジェクト全部選択して、で、レイヤーのところを見ると、今3つ選択されてると思うんですけど、この状態で上のところですね、この真ん中のやつを押すとグループ化になります。1個のまとまりになるんですね。で、そうすると後から動かしやすくなるので、まずはグループ化しておいてください。で、ここまでできたら、もう一つ今日は皆さんにちょっと覚えてほしいツールがあるんですけど、描画モードっていうのを説明していきます。で、描画モードは、このレイヤーパネルの左上のところの点々点っていうのを押すと、この中にパススルーって書かれてるところがあるんですね。で、これを押すと、こうやってすごい、たくさん項目が出てくるんですけど、これちょっと切り替えてみます。で、そうするとこうやって色がね、変わってくるのがわかると思うんですけど、これ何かっていうと、今選択してるこの 10% オフのレイヤーと、下のグラデーションのレイヤーの色の重なり合わせを切り替える項目なんですね。で、例えば今回はこれオーバーレイってやつにしてるんですけど、このオーバーレイだとちょっとキラッとしたようなね、表現を作ることができます。なので、今回はオーバーレイで作っていきます。で、この状態でもいいんですけど、私さらにここからちょっとピカッとさせたいなって思ったので、このグループ化されたレイヤーをですね、複製させます。複製するときは左上の点々点のところから複製っていうボタンを押すと、この 10% オフのレイヤーのオーバーレイされたレイヤーがですね、もう一個追加されるので、こんな感じでさらにピカッとした表現になりますね。で、こうやってどんどん重ねていくと、よりそのオーバーレイ効果が強くなっていくので、こういうやり方もありだと思います。で、このテキスト自体はですね、もう一回グループ化しておきましょう。今2個のグループ化がされているので、これをさらにどっちとも選択して、またグループ化すると、1個の大きなまとまりのグループになるので、こうしておくと後から移動とかね、させやすくなるので、グループ化してください。で、次、下のところにテキストを追加していきます。日付ですね。期間限定の日付を作っていくんですけど、まずはこんな感じで長方形を作って、今グラデーションになっちゃってるので、ここの色のところで白に切り替えます。
で、不透明度とかをさっきのレイヤーパネルの点々点のところを押して、ここ不透明度ですね。一番上のところ。これでちょっと薄めにしたりとかして、で、その上にテキストを追加していくっていうのをやっていきます。で、ここまでできたら、最後、手書き文字を追加していきます。で、アフィニティデザイナーで手書き文字追加するときは、ちょっとやらなきゃいけないことがあって、まず、レイヤーの追加です。レイヤー追加するときは、ここのプラスボタンのところで、ピクセルレイヤーっていうのがあるので、これを追加してください。そうすると、一番上に新しいレイヤーがある状態になるんですけど、この状態で、一番最初に説明した今デザインモードになってるんですけど、それをピクセルモードに切り替えます。こういう手書きのブラシとかっていうのはピクセルなんですけど、そのピクセルモードにした状態で、右側のところからブラシを選択して書いていくような感じです。で、アフィニティデザイナーすごいたくさんブラシがあるので、ぜひここはね、一度見てほしいんですけど、こういうなんか粗いね、アクリルのブラシがあったりとか、ドライメディアっていうブラシがあったりとか、こういうね、マーカーみたいなブラシがあったりとか、本当にたくさんあるので、ここで好きなブラシを取ってもらって、で、ここで手書き文字を書いていくっていう感じになります。で、今回私はボールペンで書いたような感じにしたかったので、めちゃくちゃ普通のやつですね。ベーシックっていうボックスの中にあるラウンドソフトブラシかなっていうやつを使って細くしてですね、書いていきます。でちなみにブラシの太さをですね、細くするときは下のところにスライダーみたいなのがあるので、そこでサイズを小さくして書くと、細い文字を書くことができます。はい、じゃあこんな感じで全部完成になります。いかがでしょうか？このグラデーションとか、あとテキストとかもね、後から変更がいくらでもできるので、例えばグラデーション変えたくなったら、グラデーションのところ選択して、また、デザインモードに切り替えて、で、グラデーションのところをタッチして、色を変えたりすることができるので、バリエーションね、作りたい人はここでやってもらえればいいと思います。例えば今回は青を作ったけど、ちょっとこのグラデーションの赤っぽいものを作りたいなと思ったら、このキャンバス自体を複製して、色を変えるっていうようなやり方でやってもらえればいいと思います。はい。で、今日は最後書き出しまでちょっと紹介しておきます。書き出しするときは左上の書き出しボタンを選択して、で書き出しですね。で、この状態で JPEG っていうのが選択されている状態で左下の共有ボタンを押します。で、この中の画像保存っていうのを押すと、自分の写真アプリの中にこのデータっていうのが保存されているような感じになります。はい。こんな感じでね、すごい簡単にできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。で、私がやってる iPadMate っていうオンラインコミュニティがあるんですけど、iPad だけに特化した情報をですね、交換したりとか、私からオンラインセミナーをやったりとかっていうのをやってるんですけど、そこで宿題企画っていうのをやってて、今回のこの 10% オフクーポンも宿題としてやってました。で、みんなこんな感じですっごいクオリティの高い、バナーデザインをアフィニティデザイナーで作ってあげてきてくれてます。写真とか使ったりしても面白いですね。こんな感じで。毛糸のやつとか使ったりとか、あとお肉とかもありますよね。で、アメコミ風のなんかデザインを作ったりとか、もう本当にね、個性が溢れて面白いので、ぜひこのサイトはですね、概要欄の方にリンク載っけておくので、よかったらデザインの参考に見てみてもらえると嬉しいです。で、iPadMate のオンラインコミュニティの方では限定チュートリアルですね。もうオンラインサロンの中でしか出してないようなチュートリアルもたくさんあるので、もっと iPad をやってみたいなっていう人はぜひ iPadMate も見てもらえると嬉しいです。それも概要欄の方に載っけておきます。はい。ということで、今日は以上になります。いかがだったでしょうか？ぜひこの動画が役に立ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。で、アフィニティデザイナーでこんなのを作ってみたいとか、なんかご要望とかありましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。はい。ということで、今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。